ガラス作家になりたいって思ったわけではなくて、何かこう物を作る人になりたいって思って、で何を作ろうかなって考えた時に思いついたのがガラスでした。陶芸とか木とか、素材は何個か思いついたんですけど、ガラスが一番イメージが全くできなかった。作っているっていうところの想像ができなかったっていうので選んだっていう感じですかね。でもすぐにその後結婚して子育てが始まったので、割ともうそこで一旦途切れたっていう感じです。いつかガラスは再開したいっていうのは思ってたんですけど、なかなかそんなもう余裕もなくて、気がついたら10年以上空いていて、木工教室で働いている時に、他の人は木工職人なんですけど、私は運営みたいなので入ってた時に、やっぱ私は作る側になりたいっていうのを作ってる人たちを見て思ってはい、やっぱりそうですね、やっぱ作ることを仕事にしたいっていう、やっぱりその時も思った。はい。やっぱり日頃見ている風景みたいなのって結構人それぞれだから、なので風景の中にどういうものが置いてあるといいかなみたいなことを結構考えるっていうか、実際に家族が使うところを見て、大きいなとか小さいなとか自分でよそってみて、あんまり入らないなとか、そういうことだったら私でも年月があったのでできるんじゃないかなって思って、こういう日常的に使える器を作ろうと思いました。気に入って買ったものでも洗うのが大変だと、よっぽど特別な時じゃないけど登場しないみたいな、それはそれでいいんですけどそうじゃなくてもパッて取って何も考えずにザザザザザって持って、でもそれでもちょっとだけ美味しそうだねって思えるような、見ないで取って並べるみたいな、そういう子に置いてもらえたらいいなっていう。私が好きなのはガラスが透明でなんていうんだろう、存在はしてるけど存在感が軽いというか、そういうとこも好きだし、やっぱり吹きガラスの柔らかいガラスを使って作るっていうのが本当に面白いし、吹いたところが空間になって器になるみたいなのがすごい面白いなって思って、毎回面白いなって思って。作り始めた最初は思ってなかったんですけど、やっぱり作ったものを通して出会う人とか物とか人と会ったりとかっていうのはやっぱ楽しいというか、それがすごい良かったなって思ってるっていうか、子供のことは自分のことじゃないので、もう自分ができることって限られてるから、自分としてはやっぱ一個自分はこれを今やってるっていうようなものがあった方が私は良かったと思います。今現在はこれだけど、もっと何か変わっていくかもしれないです。